イエスの弟子たちは、このような裏工作がユダによって進められていることを知らなかった。しかしパリサイ人の憎悪が増すにつれて、イエスの身辺に危機が迫っていることをみんな感じていた。彼ら一同は互いに励まし合いながら言った。我らの先生を見捨ててはならない。先生のためなら命を捨てようじゃないか。ペテロはついに隠しておいた剣を持ってきた。もしどこからか刺客が飛び出してきたら、これでやっつけてしまうんだと意気込んでいた。キラリと光る刃はペテロの勇気を誘った。その夜夕食の席についていた時、イエスは弟子たちに言った。あなた方のうち一人が私を裏切ろうとしている。みんなは深い悲しみに包まれ、一人ずつイエスに尋ねた。先生、それは私でしょうか？イエスは答えて言った。私と一緒に皿の中に指を浸しているものがそうです。人の子は予言された通りに死んでゆくのです。私を裏切る者は生まれてこなければよかったのに。ユダは11人の顔をじっと見据えていた。彼の指はなんと皿の中に浸され、反対側の手はイエスの手を握っていたのである。ユダはゆっくりと指を引っ込めてから言った。それは私でしょうか？そうです。弟子たちは騒然となり、ユダを責め立てた。しかしイエスは皆を鎮め、全く別なことについて語り始めた。あまりの雄弁さに、しばらくの間ユダのことを忘れていた。突然ユダは立ち上がり、外に飛び出していった。弟子たちは彼の後を追いかけようとしたが、イエスはそれを止めた。ペテロは剣を握りしめながら大声を上げたので、イエスはペテロに言った。ペテロよ、あなたは夜明け頃、鶏が3度鳴く前に、3回も私を知らないと言うでしょう。しかしペテロは、ただ剣を振り回して英雄気分になっていた。あたりがすっかり暗くなってから、一同は歩き始めた。しばらくの間、一人の男が後ろからついてきたことを知らなかった。彼らはケデロン川のほとりまでやってきて、再び決意のほどを表明し合っていた。イエスにもしものことがあれば、自分たちも一緒に死のうではないかと誓い合っていた。イエスは8人の弟子に対して、ゲッセマネの園の入り口あたりで待機するように命じた。後からついてきた男が、園の中に入ってきたので、イエスは声をかけた。さあ、急いでお前の仕事を始めるがよい。その男はユダであった。ユダはさすがに恥じて、園から出ようとはしなかった。イエスはペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人を連れて、ゲッセマネの園の中へ入っていった。イエスは低い声で語った。私の魂はとっても苦しんでいます。ここで待っていてください。どうか私を見守って、祈っていてください。その時ペテロの親戚にあたるマルコという若者が弟子たちのところへ偵察にやってきた。彼は小柄な男であった。彼は心からイエスを救世主と信じていた。それで一度でも良いからイエスと一緒に歩きながら話したいと望んでいた。イエスが危ないと知ると、彼は帯の中にナイフを隠し、麻布の上着を羽織って家から駆けつけてきた。彼は園の木陰に隠れ、一晩中眠らず監視を続けていた。彼は後に著述家になって、この時の模様を詳しく書き残している。訳者中、マルコの福音書という書名で新約聖書に収録されている。3人の弟子たちから少し離れた木の下でイエスは地上にひれ伏し、神に祈った。御父よ、あなたにはおできにならないことは一つもありません。どうかこの苦しい杯を取り除いてください。しかし何よりもあなたの御心が行われますようにお願いします。イエスは立ち上がり、3人の弟子のところへ来てみると、彼らはぐっすり眠っていた。イエスはペテロを起こして言った。お前も寝ていたのか。ちょっとの間でも見張っておれなかったのか。霊は熱していても肉体はなんと弱いのだろう。イエスは再び木の下に戻って同じ言葉で祈り続けた。2度目に来てみると3人とも眠っていた。彼らはユダが悔い改めて自分の計画を断念したのではないかと考えているうちに心が緩んでしまったのである。しかも深い悲しみと辛労が重なってヘトヘトに疲れてしまったのである。イエスは3度目に木の下にひざまずいていた。苦しみが絶頂に達した時、全身から血のような汗が滴り落ちた。
この様子を木陰から見ていたマルコは、もう我慢ができなくなり、イエスの方へ飛び出そうとした。しかしイエスは急に立ち上がり、再び3人の弟子のところへ来て言った。もうゆっくり眠るがよい。時が来たようだ。ご覧なさい。人の子が罪人の手によって裏切られるであろう。私を裏切る者がそこまで来ているのだ。この言葉で眠っていた弟子たちは飛び起きた。慌てたペテロは剣を握りしめ、イエスの横に立ち、護衛しようと意気込んだ。ユダは夕食後、アンナスの家に行った。屋敷の庭には大勢の人が集まっていた。イエスを憎んでいるパリサイ人もいた。でも大部分の人々は町の人たちであった。アンナスの前に通されるや否や、ユダは抗議した。約束が違うじゃありませんか。どこにローマの兵隊がいるんですか。お前の計画をもう少し生かすために、もっと大量の人間を増やしたのじゃ。イエスを大祭司のところへ安全に送り届けるには、ローマ兵だけでは心もとないのじゃ。反乱ということを聞いただけで奴らは頭に血が上り、イエスを叩きのめしてしまうかもしれんのじゃ。それにだ、この連中を使ってな、総督ピラトの面前でワイワイ大声を上げさせ、祭りの習慣に従ってバラバを釈放してもらうのじゃ。そうなれば、奴は反乱分子を結集してイエスを救出できるのじゃ。大祭司カヤパも文句なく、イエスのためにユダヤの王座を用意することになるだろうて。このずる賢いアンナスの諫言にユダは満足した。それで彼は群れの先頭に立ち、ゲッセマネの園へと誘導していった。役者中、国民的一大行事であった杉越の祭りの時に罪人の恩赦があった。